皆さんこんにちは。テクテク日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語でお話しします。皆さんこんにちは。毎日暑いですね。それに雨も降っているのでムシムシします。ムシムシするというのは湿気が多いことです。湿気が多くて暑いことを蒸し暑いと言います。今日はとても蒸し暑いですよ。じっとしていても全然動かなくっても肌がベトベトします。ベトベトは粘ることです。汗で体がベトベトします。そして部屋もジメジメします。ジメジメは湿気が多くて嫌な感じがすることです。湿気が多いと布団もジメジメして気持ちよくないですね。ジメジメは暑い時だけでなく寒い時も使います。ジメジメして寒いのもつらいですね。さて、今日のエピソードでは消す、切る、止めるという言葉の使い方について考えてみたいと思います。皆さんはエアコンを消す、エアコンを切る、エアコンを止める。これどう違うと思いますか？どれもスイッチをオフにする動作です。日本語ではスイッチをオフにする動作にいろいろな言葉を使いますよね。でもちょっとずつニュアンスが違います。例えば、夜になって部屋の電気をオフにするとき、この場合の電気はライト、部屋を明るくするもののことです。これは電気を消すが一番自然な言い方です。光や火、音が見えなくなる、聞こえなくなるときは消すを使います。電気を消す、火を消す、テレビを消すなどです。出かける前に電気を消してください。誕生日ケーキのろうそくの火を消す。テレビの音がうるさいので消してもらえますか？こんな風に使います。一方、切る。これは電気や水、ガスなどが来ないようにすることや、機械の動き、機械の働きをストップすることです。電源を切るは電気が来ないようにすることです。エンジンを切るはエンジンの働きを止めることです。エアコンを切る、これも電気が来ないようにしてエアコンの動作を止めることです。エアコンを消す、エアコンを切るのように消す、切る、両方使える場合もあります。どちらも実際にやる動作は同じですよ。エアコンのスイッチをオフにする動作です。でも、エアコンを消すは、エアコンから出る冷たい空気に意識が向いています。冷たい空気をなくすという感じ。エアコンを切るは、エアコンの電源やスイッチに意識が向いています。ちょっとニュアンスが違うんですよね。
例えば、電気工事をするのでエアコンを切ってもらえませんか？この場合は、エアコンの電源をオフにする必要があるということがより伝わると思います。では最後に、止める。これはどうでしょうか？止めるは、動いているものをストップするときに使います。水や車など流れる、動く、そういうものに使うんですね。エアコンを止める。これは動いているものをストップするという意味です。じゃあ、エアコンを切ると同じじゃないのって思いますよね。そう、どちらもエアコンのスイッチをオフにすることです。エアコンを切るの方は、さっきも言ったように、その電源やスイッチに意識が向いています。電気をストップするということです。エアコンを止めるは、動いていることに意識が向いています。その動きをストップするということです。じゃあ、どんな時にエアコンを止めるを使うでしょうか？ずっと動いているけれど、その時はストップするというような時ですね。例えば、昼間はずっとエアコンをつけているけれど、夜は止めるとか、外出するときはエアコンを止めるのような言い方です。このエアコンを消す、エアコンを切る、エアコンを止める。最初にも言ったように、どれもスイッチをオフにするという動作です。なので、実際にはどれを使っても間違いではないです。でも、どこに意識を向けるか、どこにフォーカスするかで表現に微妙に違いがあるんです。皆さん今度誰かがエアコンを消す、エアコンを切る、エアコンを止めるという言葉を言ったら、どういう意味で使っているか考えてみてくださいね。さて、エアコンは消す、切る、止める、全部使えました。では、例えばテレビはどうでしょうか？テレビのスイッチをオフにする動作の場合、テレビを消す。これは OK です。でも、テレビを切る、テレビを止める。これは不自然です。テレビの場合は、画面の光、映像が見えなくなるということなので、消すが一番自然な表現です。もし切るを使うなら、テレビの電源を切る。これなら大丈夫です。では、音楽の場合はどうでしょうか？例えば、あなたはタクシーに乗っています。タクシーの中で音楽が流れています。でも、電話をかけたいので、運転手さんに言います。電話をかけたいので、音楽を止めてもらえませんか？これは自然な言い方ですね。流れているものをストップするイメージです。ただ、実際には、音を小さくしてもらえませんか？という方が一般的です。日本語ではあまり直接的に止めてとは言いません。はっきり言わないで柔らかく言います。日本的ですよね。では最後に皆さんに問題です。日本では映画館で映画を見るとき、携帯電話、スマホをどうしますか？ 1、スマホを消します。2、スマホを切ります。3、スマホを止めます。答えは
スマホを切ります。つまり、電源を切りますという意味ですね。日本では映画館で映画を見るときは、スマホの電源を切るのがマナーになっています。これは世界的には厳しいルールだそうですね。皆さんの国や地域ではどうですか？映画館で映画を見るとき、スマホを切らなくてもいいですか？ぜひコメントで教えてくださいね。では、今日のエピソードに出てきた単語を練習しましょう。まず単語をゆっくり読みます。その後、ナチュラルスピードで読みます。リピートやシャドーイングの練習に使ってみてください。ウェブサイトに英語の訳と中国語の訳もついています。参考にしてくださいね。それでは始めます。1、ムシムシ。ムシムシ。2、湿気。湿気。3、蒸し暑い。蒸し暑い。4、ベトベト。ベトベト。5、ジメジメ。ジメジメ。6、消す。消す。7、切る。切る。8、止める。止める。9、電源。電源。10、スイッチ。スイッチ。11、工事。工事。12、オフにする。オフにする。13、流れる。流れる。14、ストップする。ストップする。15、柔らかく言う。柔らかく言う。16、ニュアンス。ニュアンス。17、微妙。微妙。18、フォーカス。フォーカス。19、マナー。マナー。20、意識。意識。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストを気に入っていただけましたら、フォロー、高評価、チャンネル登録、そして周りの友達にシェアしていただければとっても嬉しいです。それでは今日はここまでとなります。
皆さん、良い週末をお過ごしください。また次回お会いしましょう。